システム導入で失敗する前に読んでほしい業務フロー設計の進め方ということで、フライクのノウハウをギュッとこの動画に集約をしたいと思ってます。その中で今日は大規模システム刷新の失敗3つの理由ということで、あんまり一つ失敗したくないじゃないですか。そうですね。なので失敗している企業さんの例を見ながら、その失敗しない理由をしっかりと考えていきたいなっていうふうに思っております。1つ目、ユーザー企業の要因として2つですね。自社の業務とシステムへの要望を伝えられない。そして2つ目がシステム利活用のイメージ不足っていうのがあるんですよね。そしてユーザー企業とシステム提案企業が共通している失敗理由が2つありまして、プロジェクト管理能力不足、2つ目がコミュニケーション不足があります。システム提案企業の要因に技術力を向上させる試みが少ないっていうね、ドキッとする内容があるんですけど、しっかりこれを紐解いていこうと思っております。まず1つ目、ユーザー企業の要因、原因ですね。自社の業務とシステムの要望を伝えられないところにコミュニケーションギャップ、要件定義の不備、業務の知識不足っていうのを記載してるんですけど、まずコミュニケーションギャップっていうと IT と業務の専門知識の違いっていうことで、自社の中でシステム開発部門がしっかりしている企業さんでも、そのシステム開発部門の人が業務のことを伝えられないってよくあると思うんですよね。それが対提案している企業さん、つまりシステムを導入してくださる企業さんですね。我々のような企業に自分たちのことをしっかり伝えられないんだったら、そりゃいいもの作れないよねっていう風な意味合いですね。次に要件定義の不備ということで2つ記載しています。業務プロセスの複雑さ、要件の変化ということで、まず業務プロセスをしっかりと明確にお伝えれていなかったら、それはシステムで業務を改善することってできないですよね。そして日々の業務のやり方がマニュアル化されてない、そして都度都度変わっていく頻度が高くなっちゃうと要件が変わってしまうので、それもシステムの導入失敗につながってしまいます。そして最後、ユーザー企業にもかかわらず業務の知識が不足しているっていう風な、ちょっとドキッとする内容かもしれないんですけど、業務担当者がしっかりと自分の業務のなぜこういうしてるかっていうのを伝えれない、なおかつ隣の部署のことも伝えれないってなると、一つの部門だけでシステムを導入したとしても周りの部分は全然ハッピーにならないとか、あとは全体最適化で動いても自分のことしか伝えきれないみたいなことになっちゃうと、業務の知識が不足しているがゆえにシステム会社に言えないっていうのが発生すると思うんですよね。